どうも、皆さんこんにちは。改めまして、私です。この動画では、タイトルからお分かりの通り、ビビアン・ウェストウッドとアシックスとのコラボレーションスニーカー、ゲルマイニット MT のことを紹介させていただきたいと思います。早速なんですが、実物をお見せしながらお話をしていきたいと思います。紙袋や箱にはアシックスタイガーと書かれていますね。一口にアシックスといっても、スポーツラインのアシックス、ファッションラインのアシックスタイガー、オニツカタイガーといったように、いくつかラインがあるみたいなんですが、これはアシックスタイガーとのコラボレーションモデルになるようです。では、開けていきます。じゃん。どうでしょうか？可愛くないですか？可愛いですよね。ビビアン・ウェストウッドファンの方はもちろんそうでない方も、このスクイーグル柄というのを見たことがあるよという方が多いんじゃないでしょうか。ビビアン・ウェストウッドにとってとてもアイコニックな柄の一つになると思います。一般的にビビアンといえば、パンクというイメージをする方が多いかと思うんですが、パンクがある時期をもって軽減化していることに気づいたビビアンは、新しく別の手法で社会にアプローチをしようとしました。それがロマンチック路線のパイレーツコレクションです。今から37年前、1982年のことです。そのコレクションの中で、このスクイーグル柄がシャツや靴にプリントされて登場します。UK の公式ホームページではこんな感じで掲載されていました。ビビアンは古い芸術作品からインスピレーションを受けることが多いので、この柄もそうなのではないかなと思っていたんですが、今回ご紹介するにあたって改めて確認してみたところ、日本の公式ホームページによると、スクイーグル柄の由来はビビアン・ウェストウッドとマイコン・マクラーレンの友人であったファッションデザイナーのジャン・シャルーズ・カッセル・バジャックのスタジオで2人が見つけた木のブロックの模様でした。何の変哲もない木の模様を見た2人がそれをスクイーグルのデザインに落とし込んだのです。と書かれています。初期ビビアンについて取り扱ったこの DVD の中に登場するビクトリア&アルバート博物館の学芸員バレリー・メンデスさんはスクイーグル柄についてひび柄と言っているんですが、インスピレーション源は木の模様だったんですね。ちなみにこの DVD の中ではパイレーツコレクションの他にも初期のビビアンについてよく語られているので、よかったらこちらの参考にしてみてください。そしてこれは古いタイプのもので現行のものよりも小さく作られているんですが、私の持っているスクイーグルシャツになります。昔はよく着てました。見えるかな？あんまりよく見えないですね。今でもロンドンのワーラーズエンドというショップではこのプリントがされた服が販売されているので、気になった方は調べてみてください。プリントについてのことはこのくらいにして、今度はスニーカーについて話していきたいと思います。もともとこのゲルマイというモデル自体は1990年代に発表されました。詳しく何年というのは少し調べてみたんですが見つけられなかったので、もし詳しい方がいらっしゃいましたら何年に発表されたものなのか教えていただけると幸いです。このゲルマイという名前は舞うように楽しく走れるランニングシューズとして開発されて、そこから名前が付けられたそうです。これはアッパーがニット素材になっているので、ゲルマイニット MT という製品名になっています。MT とは何だろうと思って調べてみたんですが、おそらくモダンタイムズの略称で現行品仕様ですよということだと思います。アシンメトリーなアッパーのうねりがスクイーグル柄とよくマッチしていると思います。特徴的なのがこの足首周りにあるチューブで、ここですね、見えますかね。これがあるおかげで紐を結んだ際に足首周り全体がギュムッと締まるようになっています。後ろにはゴムのパーツがついていますね。シューレースは白地に赤い模様が入っています。この前の補強パーツなんですが、アシックスのロゴが入っています。後ろの補強パーツにはビビアンのブランドネームが入っています。そして内側の側面にはオーブマークですね。こ
ちらが入っていて、あとはそうですね、取り外し可能なインソールがあるんですけれども、今ちょっと外してみますね。こちらですね。こちらにも ASICS と Vivian のロゴがちゃんと入っています。ミッドソールには ASICS が独自に開発したフューズゲルというスポンジ材を搭載していて、クッション性を高めています。アッパーがニット素材。こちらのレザー部分も本革なんですが、すごく柔らかい革を使っているので、靴自体が非常に軽いです。私は普段比較的重い靴を履き慣れていて、スニーカーを履くことがあまりないので、この軽さは非常に新鮮でした。また、アッパーには ASICS の特徴ともいえる ASICS ストライプがないため、ミッドソールの側面に ASICS ストライプのパーツが埋め込まれています。こちらは先ほどご紹介したかかとのパーツと同じ素材になっています。先ほどはゴムと言ったんですが、ゴムとはまた少し違うプラスチックのような素材でできています。アウトソールはこんな感じで真っ赤なものになっています。ミッドソールと一体型になっていることで軽量化を図っているそうです。前の部分は粒が立っていて、地面を蹴り出す際にすごくグリップ力がありそうです。そしてかかとにも ASICS ストライプのマークが入っていて、こちら逆向きになってしまっているんですが、ちゃんとゲルと書かれてますね。そして気になるのがこちらの矢印マークです。ASICS としてこの溝部分のデザインがどういう意図を持っているのかについては正直わからないんですが、ビビアン・ウェストウッドもよく矢印マークをこのデザインに対応するので、そういった意外な点でも両ブランドがうまくマッチしているんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんにも手に入れてほしいなと思うので、あくまでも私個人の感覚にはなるんですが、サイズのことについて詳しくお話ししたいと思います。木型によって違いはあるんですが、私は普段ビビアン・ウェストウッドの靴はだいたい UK9 を選択しています。ただそのままだと少し大きいので、中に薄いインソールを入れて調整しています。物によっては履けるんですけれども、UK8 だとやや小さめに感じるので、足のサイズはだいたい UK8 ハーフぐらいでしょうか。パイレーツブーツやローマンスリーストラップなどの木型であれば UK9 にインソールなしでちょうどいいです。そしてこのゲルマイというスニーカーでは私は少し大きめの UK10 を選択しました。ワンサイズも大きいものを買ったのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、日本の表記ですと UK9 は 28cm、UK10 は 28.5cm とハーフサイズの 0.5cm アップにとどまっているので、ものすごくサイズを上げたということではありません。これは各国のサイズ表記換算の問題で、日本では UK9 ハーフというサイズが販売されていないためです。海外では UK9 ハーフイコール 28.25cm というあまり見かけないサイズとして販売されているようですが、少なくとも日本ではハーフサイズの 0.5cm ずつの販売になっているようです。普段履いているものよりもハーフサイズ大きめを買ったのにはいくつか理由があります。まず、ASICS のサイズ感は他のメーカーのものよりも小さめに作られていることが挙げられます。少し前にキコ・コスタディノフとのコラボレーションが話題になりましたが、その時に初めて ASICS に手を出したという方も口々に小さめだとおっしゃっていたので、ASICS には少し小さめのタイプのものがあると考えてください。私が初めて履いたのは、この子とはまた別の今度紹介させていただこうと思っているゲルカヤの 5OG というモデルなんですが、それは足を入れた瞬間に小さいなと感じました。ですので、カヤノの方も 28.5cm を選択しています。このゲルマイに関してはカヤノに比べて少しゆったりめで、正直に言えばいつもと同じサイズの 28cm でも履けそうではありました。ただ私は足回りはコンパクトなんですが、足の指が長いというのが理由で靴のサイズが大きめになっています。ですので実際に履いて1日歩いてみた時につま先が当たって痛くなってしまったり、夕方になって足がむくんできた時に窮屈に感じられたら嫌ですし、カヤノンの方は間違いなくサイズを上げないといけないなと思ったので、それに合わせる形で縦の長さで考えてこのサイズを選びました。スニーカーということで少し大きめでも問題ないですし、タイトなフィッティングにしたければインソールを入れて調整してあげればいいかなという程度の違いだったので、そういう風にしました。特
特に日本にはメンズの大きいサイズのものはあまり多くは入荷していないみたいで、もしサイズが小さくて快適に履くことができなかった時に交換したり買い直したりするのは限定コラボ商品ということもあって難しいんじゃないかなと思い、その点も考慮して選択しました。今となってはこの判断は正解だったなと思います。改めて試着してみても全然大きくは感じないです。強いて言うならば、足全体を覆っているニットのフィット感はハーフサイズ下のものの方が良かったかなと思います。サイズのことに関してはもちろん個人差があるので、実際に試着して判断するのが一番いいと思うんですが、店舗で試着した上で買えた人はごく少数でしょうし、そもそも地方在住の方はオンラインで買うしかないですよね。そのオンライン販売ですが、開始をしてからすぐになくなってしまったらしいので、欲しくても手に入れられなかったという人が多かったんじゃないかなと思います。ただ、今のところ海外にはまだ在庫が残っているところがあるので、定価よりも少し高くなってしまうかもしれないんですが、手に入れようと思えばまだ間に合うかと思います。その際に先ほどお話しした通り、海外サイズと日本サイズの換算が少し複雑になっていたり、日本サイズだけで見ても小さめだったりと、どれを選択すればいいのか難しいんじゃないかなということで、今回ご紹介する上ではそのことに触れておきたいなと思い、お話をさせていただきました。少しでも皆さんの参考になっていれば幸いです。次回の動画でもサイズ感についてはしっかりお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにこのスニーカーはアンドレアス・プロンターラ for Vivienne Westwood 19年春夏コレクションのショーで登場していました。その様子は概要欄に貼った Vivienne Westwood 公式チャンネルのリンクから見ることができますので、よろしければこの機会に改めてショーを見返してみてください。長々とご視聴ありがとうございました。